今回は2000年から2001年の NSR500 を紹介したいと思います。主にバレンティーノ・ロッシが NSR に乗ってた2年間の話になります。今回パート1なんですけども、技術的な話をする前に、この時のホンダの状況と、あとは初めて 500cc に乗った2000年のロッシがどうだったのかっていうのを紹介したいと思います。はい。まず、ホンダの状況ですね。94年から98年、チャンピオンのマイケル・ドゥーハン。不確定要素を嫌い、バイクの仕様変更には極めて慎重で、フレームの基本設計は95年以降の NSR には仕様変更すらほとんど加えられていなかった。ロッシが 500cc デビューするちょっと前は、ドゥーハンが 500cc の連続チャンピオンでした。94年から98年という、5年間ですね、驚異的な強さでチャンピオンを取り続けたんですけども、大幅な技術変更を嫌って、バイクのフレームとかディメンションの変更は全く行われなかったようです。95年以降って言ってますので、彼が引退する99年まで5年間バイクはほとんど変わらなかったということになります。もちろんタイヤとかブレーキとかサスペンションとかそういう個々のパーツは進化してるんでしょうけど、車体の構成自体は全然変わらなかったってことですね。これはね、わからなくもないんですよ。まだね、この当時の 500cc ってフレームを変えてしまうと戦力が大幅にダウンして苦労することが多かったですよね。すでに引退しちゃったレイニーとかシュワンツもフレームの変更によって大変な苦労をしてましたから、おそらくそういったリスクを避けてドゥーハンはマシンの変更を好まなかったんだと思います。で、そのドゥーハンなんですけど、99年スペイングランプリの予選で大クラッシュをして大怪我を負い引退。アレックス・クリビーレが99年タイトルを獲得したが、シーズンオフで体調不良になり、マシン開発の方向性も不安定となる。500cc クラスを牛耳ってたドゥーハンですけど、99年にクラッシュして引退してしまいます。で、その後を継いだ、チームメイトのクリビーレが99年は無事にチャンピオンになるんですけども、これまでマシンの開発の方向性を決めてたドゥーハンがいなくなってしまった。で、クリビーレはドゥーハンほどの安定性がありませんので、ホンダはこの時点でこれからのこの先のマシン開発について不安を抱いていたそうです。で、次はロッシの状況、GP デビューから紹介したいと思います。アプリリアから GP デビュー。96年 125cc クラスで9位。97年 125cc クラスのチャンピオン。98年に 250cc に上がって、ルーキーだけどランキング2位。で、99年に無事にチャンピオンになります。ロッシは2年目で必ずチャンピオンを取ってるんですね。計画したとしてもそんなに簡単に取れるわけないんですけど、さすがだなという感じがします。で、満を持して2000年に 500cc クラスデビューをします。2000年ホンダへ移籍、ワークスのレプソルチームとほぼ同格の扱い、ナストラアズーロホンダから NSR500 で参戦。ロッシはチャンピオンになることを目標にステップアップしてきましたから、500cc では当然この当時最強だった NSR に乗るわけですね。なのでホンダに移籍してきました。で、この時のワークスはレプソルチームになるんですけども、ロッシは、サテライトのナストロアズーロホンダという扱いなんですけど、実際はワークスマシンを与えられて、ほぼワークスチームと同じ待遇だったようです。で、非常にここが重要なんですけど、ロッシはチーフエンジニアとしてジェレミー・バージェスを希望。チャンピオン獲得歴は87年ワインガードナー、94から98年。ミック・ドゥーハン。最も NSR500 を知る男。F1 の時も話しましたけど、このバイクも同じで、自分のレースエンジニア、チーフエンジニアが誰かというのが非常に成績を左右されます。で、ロッシはこれ幸運なことに、ドゥーハンについてたバージェスさんがこの時空いてたんですね。なので、ロッシはバージェスさんを自分のチーフエンジニアにしてくれと希望を出したそうです。これはね、最も手堅い作戦ですよね。87年にガードナー。で、その後ドゥーハンに5年連続チャンピオンを取らせたバージェスさんですから、一番 NSR のことをよく知ってますよね。その人と組むっていうのは NSR を早く理解するのに一番近道です。で、そんなチーム体制のロッシですけども、NSR500 初ライドとなるウィンターテストでロッシは順調にメニューを消化。開幕に向けて準備を進めていた。この辺のね、細かい資料がなくてごめんなさい。ただ、ロッシはこのウィンターテストを順調にこなしていたようです。対してワークスのレプソルなんですけども、
シーズンオフ、怪我や体調不良で満足にテストできなかった。レプソル勢は不調から脱せずに、クリビーレが1勝と、岡田は3位が唯一の表彰台。はい。まずね、これ、そう、クリビーレも岡田選手も2人揃って怪我とか体調不良で、ウィンターテストを全然こなせなかったんですね。で、2000年シーズン自体も不調から脱せずに、クリビーレが1勝と2位が1回。岡田選手は日本グランプリでの3位が唯一の表彰台と。それで2000年を終えてしまいました。先ほど紹介したドゥーハンが引退した時点で、マシンの開発がこれからどうかなっていうのが、この2人の怪我と体調不良も重なって、心配が当たってしまいましたね。ワークスチームなのに、全く不本意なシーズンで終えてしまいました。ところが、ロッシの方は、シーズン中盤以降、優勝争いの常連となったロッシに、開発の主軸をホンダは移すことになる。ワークスチームでないルーキーのロッシをエースとして戦うことになった。シーズン序盤は転倒が多かったんですけども、中盤からはバイクを乗りこなして優勝争いの常連になります。で、その成績の上昇とともに、ホンダも開発の主軸をロッシに移していきます。ロッシといえども、本当は 500cc のルーキーなので、開発のメインにしてしまうのはリスクがあるんですけども、もうそんなことは言ってらんなかったんですね。ワークスチームがガタガタなので、とにかくロッシをメインにホンダは戦うということになります。で、結局2000年シーズン、ロッシがどうだったかというと、ロッシは1年目は勉強の年として 500cc になれることが最優先だったが、この決断を後悔することになる。最終ランキング2位、デビューイヤーのチャンピオン獲得も夢ではなかった。最初に紹介した通り、ロッシは2年目で必ずチャンピオンを取ってきましたので、500cc も1年目は勉強の年と思っていたそうです。ですけども、シーズンが終わってみると、シーズン中盤からはトップ争いをして、最終的なランキングは2位。もうちょっと序盤での取りこぼしを防いでいれば、十分チャンピオンを狙えたという結果で終わりました。ロッシ本人が1年目からチャンピオンを狙うべきだったという発言をしてました。こんな感じで、ドゥーハンなき後、ちょっと不安定になったホンダチーム。で、レプソルのライダーが崩れてしまって、ルーキーだったロッシが早くもホンダのエースになってしまったっていうのが2000年です。はい。で、これちょっと余談を話すと、ワークスチームのレプソルが成績ガタガタで、ロッシがチャンピオン候補になったので、このスポンサーのレプソルは、結構怒ったみたいですね。どういう風に怒ったのかよくわかんないんですけど、大金を出してるのに、その大金を出してる方のライダーが成績がガタガタで、サテライトチームに負けるとはどういうことだ。そんな感じじゃないですかね。これが500cc1 年目のルーキーのロッシになります。